が万能すぎて最強のオールラウンダーって感じだから、ゴム滑るなって思ったことある？ないよね。フリクションが上がってた場合無限の可能性があるのかな。それが答えです。ある意味シューズがクライミングみたいな感じに近いんだよな。こんにちは。メイチです。あきおです。ともです。今日はシューズ紹介第2弾ということで、前回ともと池田くんが自分のシューズを紹介してくれたので、今回は私とメイチがシューズ紹介していきたいと思います。僕たちね、スポルティバユーザーなんで、もうこれシューズ紹介っていうか、もうスポルティバ紹介みたいにちょっとなっちゃってますけど、本当におすすめの靴を紹介していきたいと思います。はい。じゃあですね、今日は、トピックが何個かあるので、まず1つ目、あなたにとってのシューズの重要性どんなことを気にしてるか。重要じゃない人いる？ほぼクライミングにおいて登ってる時に変化があるとしたらシューズかチョークで、僕はシューズの割合がすごい大きいと思ってるから、シューズないと登れないからな。重要度っていうか、もうある意味シューズがクライミングみたいな感じに近いんだよな。私もチョークとシューズだったらシューズの方が重要かも。コンペとかは本当に自分がもう信用してて、わかる。なんかシューズのせいにしたくないじゃん。わかる。負けた時にちょっとあのシューズ滑りそうだったんだよなみたいな思いたくなる。もうなんかもうゴムなかったんだよなとか、なんかこの靴履いてた人はなんか登れてるとか、なんかシューズのせいにしたくないからめちゃめちゃこだわる。種目によってこういうところが重要って部分は変わる？めちゃくちゃ変わると思ってます。でもスラブじゃない？やっぱり大きく変わるのは、ボルダーの場合やっぱりスラブも意識しないといけないけど、リードの場合は、スラブ以外のクライミングっていうか、もうちょっとフックとかなんかエッジ寄りな気がする。そうだから僕はリードでは結構このソリューションコンプを履いて、そのヒールフックがかけやすいようにしていて、ボルダーはそこまですごい重要なヒールが出てくるわけではないから、正直スクワマはヒールが強い靴ではないけど、それ以外の部分の総合力が高いので、僕はボルダーはスクワマで、リードはソリューションを履いてます。最近はなんかボルダーでも結構点のスラブとか出てくるようになったけど、なんかこれまではボルダーはもうトゥーと面、でリードはもう点とヒールっていう感じだったじゃん。結構なんかシューズ使い分けてる選手が多いけど、私の場合ボルダーとリードでなんか上りを変えるとかシューズをなんか変えるって、なんかそこまで器用にできなくて、もうボルダーがソリューションだったからリードもソリューションみたいな感じだったかな。そうだ、あきおちゃんはそのイメージしかない。最近は僕もこの子はあんまり履いてなくて、ほぼスクワマ一足で全てこなしてますね。だからなんか考えることが減って、僕はそれが良かったのかな最近は。スクワマが万能すぎて、もうボルダーもリードもオーバーハングももうなんかスラブももうなんか割ともう何でもできるじゃん。わかる。特筆して強い部分はないけど、ダメな部分がないっていうのが本当強みな気がするな。もうなんか最強のオールラウンダーって感じだから、使い分けるっていうよりスクワマをなんか使いこなすみたいなのが一番良かった。じゃあここで歴代のシューズたちをちょっと紹介してください。大体覚えてる範囲で。むずいな。1足目何？小学生の時の。なんだっけ、十字架のやつ。モカシム。めっちゃ普通やん。1足目モカシム、2足目なんだっけな。コブラとかパイソンなんですよ。そう、コブラとかパイソン入ってた。もうパイソン出てんの？その子。いや出てなかった、多分パイソンは。でもコブラを履いてた気がする。コブラだって相当古い靴じゃん。そうだよね。未だにオリジナルで残ってるのすごい。でそっから一瞬アナサジだっけ。アナサジベルクロとか。そっからあきおちゃんとかトップ選手がソリューション履いてるのを見て、ソリューションを履き始めて、まだらでもない頃の一番シンプルなソリューション、最強と言われていたソリューションを履いて、で馴染んできて最高だなって思ってきたら、こうちょっと変わってきちゃったりとかして、そっからスクワマが出て、もうそこからスクワマ以外履いてないですね。早っ。多分なんか間入ってるけど、大体僕の記憶だとそんなもん。私は1足目がアナサジベルクロ。早いね。大体みんなモカシムかアナサジからスタートするじゃん。アナサジベルクロ履いてて、でもう次にねマットロック履いて、それが中学生くらいかな。でもうその中学生の時にマットロックにスポンサーしてもらってたから、もうそっからは何足かマットロック。中学生の時めっちゃ小山田さんリスペクトでマットロックを履いて、マットロックのフラッシュトとか、あと白いやつ無限みたいなやつ
緑のやつなんて言うんだっけあれ、フッカーだ。フッカージッパーとかフッカーベルクロとかフッカーシリーズをいっぱい履いて、その後スポルティバと出会ったんだけど、2008年くらいの初めて日本でボルダーのワールドカップが行われた時に一番最前列で自分の出番が終わって見てたんだけど、その時にたまたま隣に座ってたのがスポルティバの社長の佐藤さんで、おー佐藤さん、はい、でその時にスポルティバジャパンができるから選手探してますみたいな感じになって、で履いてくださいって言われたの、その場で。急だね。でもういっぱいシューズ持ってきてて、もうこれあげるから履いてみたいな感じでもらったんだけど、シューズビリーブ系だからもう私もう気に入ってて信用してるシューズがあるんで履けませんってその時言ったんだけど、最初にもらった靴がバラクーダっていう今はないレースアップの靴で、それを履いた時にもうバラクーダだってなんかコンペに出るようなシューズじゃ全然ないんだけど、なんかまず足型にめっちゃ感動して、あとスポルティバってもう昔からやっぱりヒールフックが超良くて、バラクーダ履いた瞬間なんかヒールがすごい良くて、でちょうどその年くらいにソリューションが出て、でソリューション履き始めてからはもうずっと初期のソリューション、まだらのソリューションで、その後かなボルダーのワールドカップとかで面の足が出てくるようになってスクアマになって、それからはもうずっとスクアマかな。今自分が履いてる靴と、それがおすすめの人、僕が今履いてるのはスクワマノーマルの方、ビーガンじゃない方ですね、とソリューションコンプと VSR で、 VSR に関してはもう岩場でしかほぼ履かなくて、ソリューションにはないこの俗に言うちょんまげヒール、これがもう岩場とかでもすごい使いやすいから、僕は結構岩場では VSR を履いていて、でソリューションコンプはもともとそのへたってきたスクワマでリードをやった時にビスでこうレストしたりした時に結構指先が痛かったりとかしたことがあって、もうちょいやっぱつま先強い靴履こうかなと思ってソリューションコンプを履いてリードをやっていたけど、最近はもうスクワマに変えたんで、あんまり履いてないですね。この2足は最近はもうあんまり履いてなくて、今はスクワマ。スクワマはもうシューズ迷ってて、もう何履こうかなってなってる人がいたら、もうとりあえずこれ買ったらまあ間違いない。何か一つ極めたい人じゃなくて、バランスよく何でもできるシューズが欲しいって人はスクワマがおすすめですかね。私もずっとスクワマなんだけど、スクワマのっていうかもうスポルティバってこのさ、本当に P3 システムっていうか、足を締め付けてくれるっていうか、これがもうとにかくすごいじゃん。もうでも履いた瞬間にさ、他のメーカーとは違う安心感があるよ。もうなんかこれに慣れちゃうと、まず他のシューズ履けないし、もう P3 が入ってないシューズはもう力入んないじゃん、だからまずこれがもう絶対マストで、ビーガンとこのノーマルのスクワマ、両方履いたんですけど、でもどっちがおすすめかって言われたら正直ノーマルのスクワマかな。こっちが革でできていて、こっちがシンセティック天然じゃないから、ちょっときつめのシューズを選んだ時は絶対この天然の革の方が馴染みもいいし、縫い目とかが痛くないかな。個人的に僕もビーガン履いたことあるんだけど、ある意味こう馴染みが遅いってのが長持ちするメリットの一つなのかなと思ってて、変な話、つま先が先に死んじゃうこともあるかもしれないけど、ノーマルのスカマって結構ここへたったりしてこない、割とペタンってなっちゃうっていうか、肩がやっぱり自分の足型になっちゃうけど、これはそれがないから、ある意味長く履きたい人はいいのかな。ただ僕はこう足に馴染む前にボテに飛びついたりとか壁蹴ったりとか大会出ると、そのつま先が先に死んじゃって足に馴染まなかったからビーガンは今入ってないけど、結構長持ちさせたいならいいのかな。確かになんか最近クライミングシューズってもう2万円とか3万円とか結構高いじゃん、輸入物だし、だから長く使いたい人はビーガンおすすめ、あとはスピードの時はずっともうこのコブラを履いていて、コブラはP3 システムは入ってないけど、その分なんかこのちゃんと壁に接地面が広く取れるっていうところと脱ぎはぎの楽さかな。スピードはコブラだよね。今 4.99 出てるけど 4.99 も持ってた。僕履いたことないんだよね。でも 4.99 とこっちのコブラは見た目が違うだけかな。あとかかとがこっちのはちゃんとヒールがかかるけど4.99 はかかと潰して履けるような、軽くなってる。僕の中でやっぱ P3 の弱点として、やっぱある意味こうブレなすぎて側面で当てとくみたいながあんま強くない気がしてて、ある意味ではこうボルダーってさ、ありえない足の使い方とかするじゃん。コントロールできない足置きとか大きくこう使うみたいな時に逆に中が動かなすぎてこう当てづらいっていうのはなんか結構感じるかな、僕は。これはね、多分ね、スカーマ履いててめちゃくちゃむずいスラブとかやった人は感じたことあると思う。てかもうさ、アンパラレルはもうゴムが最強、型はスポルティバが最強みたいな昔から言われてるけど、ゴム滑るなって思ったことある？僕はない。ないよね。むしろそれこそアンパラとか履いたことあるけど、X グリップ2じゃないと俺はちょっともう信じられなくなっちゃった。
なんかさ、そのゴムのフリクションってあんまりなんかクライミング中に分からなくて、スポルティバ履いてるからなのかな、なんか足置きがフリクションで乗るんじゃなくて結構この踏みつける圧で乗るんだよね。わかる。スポルトレーザーはめっちゃ足使う。そうだから自分の足の力で加減するから力を抜いて乗るってあんまりなくて、フリクションがなんか良くなったとか悪くなったとか張り替えたいとかなんかあんまりよくわからない。某ワンパラレルクライマーの楢崎 T さんもボテ踏む時に、いや力抜いてゴムの力で乗れば落ちないよみたいに言うけど、同じシューズ履いてもそれできない。もう怖くて怖いよね。なんか何で止まってんのみたいな。圧をかけないっていうシチュエーションがまずないじゃん、靴を履いてて。他のメーカーの羨ましいところ、強いて言うなら、さっきの話では矛盾してしまう部分ではあるけど、スポルティバのゴムのフリクションがもしも高かった場合どれくらい性能が上がるのかとか、そういうのはすごい気になる部分ではあるかな。今現状別に僕ボテ乗れてるしスラブ得意な方だから、あんまそのゴムがなんとかだみたいなことはないんだけど、フリクションが上がってた場合無限の可能性があるのかなって僕は思ってはいる。あと強いて言うならやっぱ岩とかの時に、それはスポルティバの違うシューズ履けよって話になっちゃうかもしれないんですけど、ちょんまげがないカップヒールっていうのがやっぱ本当に極小の価値とかその切れ目とかにかけられなくて、それ対応のシューズもスポルティバにあるんだけど、なんかあんまりにもつま先が硬すぎたりして僕は得意じゃないから、全体の合成は柔らかいけどちゃんとちょんまげがついてるようなカップヒールじゃないのが欲しいから、それがあるメーカーはすごい羨ましいなって個人的には思うな。確かに岩くらいかな。岩だね。そう、コンペにおいては別にこれでできてないことないから。本当に岩の時に、ミューラーのヒールだよね。そうミューラーのヒールじゃないと多分登れない岩もあるっていう。そうだからその時に僕は結構それこそこういうのを使ったりとかして登ってるから、いやそれならもともと履き慣れてるシューズでやりたいなっていうのはあるけど、花崗岩の特定の課題だよね。もうディサイデットの右足とかミネルヴァの左ヒールとかそういう感じだよね。切れ目にかけるとかがやっぱこれも正直厳しいから、割とそれがあるシューズは羨ましいな。なんかこれ似ちゃうんだけど、将来こんなシューズが欲しいとか、こう進化してったらいいなみたいな。それでいうとさ点も一番踏めて面も一番踏める靴ってどうなるんだろうとか思うかな。やっぱりさスクワマって両方いけるけど両方とも最強なわけじゃないじゃん。わかる。ちょっとねその特化してる靴には負けちゃうんだよね。最強の一足っていう感じじゃないじゃん。もう本当に万能シューズじゃん。もう点も面もスクワマが一番乗れるよねみたいな将来って来るのかなみたいな。どうなっていくんだろうね。でもそういうシューズは欲しいよね。じゃあ最後にこの動画を見てクライミングシューズを買おうとか、これからクライミングやるときにどれを買えばいいのかって分からない人が多いと思うから、そういう人におすすめの一足とか持ってきました。これはスポルティバのアラゴンっていうクライミングを始めた人が1足目に履く用のシューズなんですけど、他のスポルティバの中でも、ソリューションとかスクワマよりも、価格帯も割とお手頃で足入れがとにかくいい。足入れ良かったね。さっきはさせてもらったけど、本当に痛くないし、ベルクロだから脱ぎ履きもすごく楽だし、まずこれ履いてみて、なんかもっとトゥーフックとかヒールフックとかいろんなコーディネーションとか自分がレベルアップしてきたらもうスクワマっていい気がする。正直いきなりスクワマだとね使いこなすの相当難しいから。いやあとやっぱりさ足つっちゃうよね。そうクライミングシューズ履き慣れてないと。クライミングシューズって結構攻めて履くことが多いんですけど、これは結構こう緩めで履いてもしっかり登りやすいんで、そういう面ではかなりこれはね優秀だと思いますね。足の裏がさもうストレートだからさ、もうスニーカーにちょっと近い感じ。スクワマとかを自分の実寸サイズとかで履いちゃうと、ここがこう合ってない、それこそ P3 がこう使えないと正直性能が発揮されないけど、 P3 を使えるサイズで履くと初心者とも長く履けないから、クライミングに慣れるためにこういうのを履いて練習するといいと思いますね。はい、じゃあこんな感じで今回は僕たちのシューズ紹介させていただきました。本当スポルティバ界みたいになっちゃった。スポルティバ界だしスクワマ界みたいな今回なんかスポルティバ愛がすごかったね。そうね、なんか俺と池田はさ他のメーカーの羨ましいところとかさすぐ出てきた確かに、ね、それこそ渡部君とか明夫ちゃんとかと一緒に登ってても
これダメだみたいなあんまないよね。メンチって割ともういろんなシューズ試すじゃん。いろいろ履くね。でも結局スクワマに戻ってくるよね。でもそれが答えです。だから僕は、一応スポルティバサポートクライマーではないけど99.8% スポルティバクライマーなんで相当スポルティバを愛してる方だと思います。今回ほぼほぼスポルティバの靴紹介になってしまったんですが、もっとなんかこういうところ知りたいよとかサイズ感とか、例えばソリューション36履いてたらスクワマいくつ履いたらいいんですかとか、そういう質問あったらどんどんコメントください。僕たちが返信します。じゃあそんな感じで今回のシューズ紹介でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントを待ってます。バイバイ。